始まったかな？始まりましたかね。ちょっと待ってください。カメラの準備をするのを忘れてた。はい。はい、皆さんこんばんは。トクタビ TV の徳富です。今日は、ちょっとね、いつもはね、22時からスタートしてたんですけれども、実験的に21時30分から始めてみました。でね、ちょっとね、カメラの場所とかもちょっと変えてみたんですけれども、なんかね、ここら辺ちょっと汚いですけど、あんまり背景は気にしないでください。ここら辺もね、ちょっとね、ちゃんとね、綺麗にしとこうかな。次回はね。あと、なんかね、ここら辺ももう映ってるな。まあいいや。こういうね、細かいところは気にせずに、スタートしましょう。さあ、皆さんこんばんはということで、今日はまたまたね、チェコのお話をしようと思います。でね、早速ですけれども、イベントの話に入る前に、イベントの話、チェコの話に入る前に、ちょっとね、気になるイベントが、今週末ありましたので、そちらを紹介しようと思います。まずは、これはね、ベトナムフォーフェスティバル2024。で、これが代々木公園で行われまして、10月19日土曜日と20日日曜日の2日間開催されます。10時から19時までですね。おそらくね、このポスターにもあるように、美味しいフォーなど、ベトナム料理などが食べられると。あと、その他にもベトナムの文化にも触れられることができるような、イベントになるのだと思います。フード、ミュージックってポスターにありますね。この前ね、実は僕、ベトナムちょっと行ってきたんですよ。タイに行った帰りで、トランジットで、乗り継ぎでちょっと時間がありましたので、ベトナムのホーチミンシティの方に、何時間だったかな ?8 時間ぐらい滞在することができまして、そこで、ベトナム料理、つけ麺、ベトナムのつけ麺、フォーじゃなくて、ブンチャーだ、ブンチャー。ブンチャーと、あと、バインミーは食べてきたんですよ。で、フォーは、2食しか食べられなかったので、フォーは食べられなかったんですね。でも、このイベントに、僕もちょっと遊びに行って、フォーを食べてこようかと思っています。19、20日土日ですね。10時から19時。あともう一つがね、これもね、同じく代々木公園で19日土曜日、20日日曜日、日本インドネシア市民友好文化フェスティバルというものも開催されるようです。ベトナムとインドネシアもこれが、同じ日に同じ場所で、2つの国のイベントが、あるようですね。こちらもね、インドネシア料理などが食べられるようなんですね。最近ちょっとね、インドネシアも興味が出ていまして、日本からも割と行きやすいんで、直行便もあるのかな？乗り継ぎでもね、シンガポール経由して、シンガポールからだと1時間くらいなのかな？割とね、負担なく、そんなにね、タイと変わらないくらい、タイプラスアルファくらいの時間で行けるんだなということが分かりまして、ちょっと興味が出ています。インドネシアもまた近いうちに行きたいなというふうに考えていますので、ベトナムのイベントと合わせてね、このインドネシアの方も僕顔を出そうと思っています。明日行きます。土曜日。で、もう一つ。こちらがね、10月20日、これ日曜日のみなんですけれども、方南町タイ文化祭。丸の内線、東京メトロ丸の内線の方南町という駅があるのですけれども、その駅を出てすぐのところにある方南中央通りというところで、
このイベントが開催されるようです。タイ料理とか、やっぱりこう音楽、DJ タイムとか、あとタイの文化が触れられたりとか、あとマッサージのコーナーもあるそうです。こちらはね、1日のみ10月20日日曜日のみですね、11時から18時。日曜日、僕もね、時間があったら、これも行きたいなと考えています。3つのイベント全部行くことができたら、この東南アジアのベトナム、インドネシア、タイ、2日間で、こういきなりこう3つの国のこう味とか文化とかそういうものを知ることができるなと思います。20日日曜日に3イベントをはしごするというようなこともできそうですね。東南アジア好きの方はぜひぜひチェックしてみてください。さあ、というわけで、チェコのお話に入りましょう。チェコというと、あまり日本では馴染みがない国なのかなというふうに僕は思っています。僕自身も、この旅が2016年12月のことだったのですけれども、チェコ政府観光局が主催するブロガーツアー、ブログ書いてる人たちを集めて、無料招待をして、で、チェコの情報を発信してもらおうというような企画がありまして、で、僕もブロガーとしてそのイベントに参加しました。無料招待だったので、個人的な買い物以外は全て出してもらっています。個人的な買い物ってしたかな？したか。最終日にスーパーでお菓子など飲み上げ類を買ったくらいですかね。ほとんどこの旅では使っていません。2016年12月なので、今から8年前のことですね。さあ、で、チェコなのですけれども、首都はプラハという町になります。そして人口は1067万人。日本の10分の1くらいですかね。公用語はチェコということです。さあ、で、そんなチェコのプルゼニュという町に行きました。そうだそう。今日お話しするのは、チェコの旅の2日目の様子です。初日は日本からトルコ経由でチェコのプラハに行きまして、で、そこからバス移動でこの今日のお話につながるプルゼニュという町に来ています。そして2日目が始まりました。で、ツアーで全体移動をする前に、早朝ですね、多分これまだ5時台とか、それぐらいの時間だと思います。そんな時間に僕は一人でホテルを抜け出しまして、街に路面電車の撮影に出ています。僕鉄道好きです。鉄オタです。乗るのも好きだし、撮るのも好きです。で、このプルゼネという町は、プラハの南西約100キロにある町で、チェコの中でもプラハ、ブルノ、オストラバという町に次ぐチェコ第4の町とのことです。でもね、日本のように、この、高層マンションとか、一戸建ての住宅が街の中にたくさんあるというのではなくて、やはり旧共産圏ということで、やっぱりここら辺、今この写真の背景に写っているのは昔ながらのものですけれども、ここからちょっと外れたところなどでは、割と無味乾燥な団地群などもあったりしましたね。さあで、この撮影ですね、路面電車撮影ですね。僕、路面電車が走る町、東京都荒川区に住んでいまして、都電荒川線という路面電車を非常に身近に感じることができる場所です。なので、チェコに行った時にも路面電車が走っていて、もうすごく楽しく撮影していました。この車両は割と古い車両で2両連結なんですね。連接車。最初からついているのではなくて、これ連結しています。こんな感じで。先頭の方に運転手さんが乗っていて、後ろの方は無人ですね。乗務員さんは無人
まだまだ暗い中、そして、これね、多分ね、12月の2日、クリスマスシーズンに入ったところなので、街もね、ちょっとクリスマスイルミネーションがあるのがわかるかと思います。これ右側に木がイルミネーションついてますよね。そして、初日は、確かに寒かったのですけれども、日本とあまり変わらないような寒さでした。ところが、この2日目の朝起きたら雪が降っていました。うっすらと。本当にまだうっすらとだったのですけれども、雪積もっています。これね、クリスマスイルミネーション、街の中こういうのがいっぱいあるんですよ。早朝から電気がついています。そんな中をゴトゴトと路面電車が走り抜けていく。すごくいい景色でしたね。で、これ見てなんとなくわかるかと思うのですけれども、これ路面電車も、大通りを走っているのではなくて、もう本当に細い路地を走っています。単線で、複線で向こうに行く線路とこっちに来る、線路両方があるというのではなくて、割とね、大通りだと複線で、複線なんですけれども、ちょっと中に入ると、狭い路地のところを単線で、一方通行でぐるぐる回っているというイメージだったのかなというふうに思います。こんな雪の中、朝早くから動き出している人々もいました。なんかね、こういうね、ちょっとね、ごつい顔の車両もいましたね。そして車内の様子。もう人々冬の装いですよね。東京の人から見るともう完全に真冬と一緒の服装です。でもここから、僕がチェコから帰ってきた翌日にチェコに大寒波が襲ってものすごく寒くなったそうなんですよ。死者が出るくらいの寒さが襲ったと。で、僕がいる時には、東京の寒い時くらいの気温でした。それでもね、もう完全に真冬の服装ですよね。時計見ると6時20分ですね。ちょっとね、この字が邪魔だな。ちょっとこれを消して。これはユダヤ教の建物ですね。その下を路面電車が通っていくと。これ停留所にすごい人いますね。まだこれ6時台です。道路にうっすらと雪が積もってますね。そして車内も、僕、鉄道の写真撮るときには、あんまりね、この車両中心で、車両ドーンというような形での撮影というのは、あんまりやらなくて、どちらかというと、鉄道は人が利用するものなので、人を入れたいんですね。それでこういうね、車内の様子、外から見える車内の様子で人々が、どんな感じでこの中で過ごしているのかというようなものを撮るのが、撮るのに凝っていました。これ一番手前の人は何だろうな、これ新聞か本読んでるのかな。これも連結車両ですね。連接じゃなくて。まだ早朝で、ライトに線路が照らされて、ちょっと光ってると。そんな様子が、結構お気に入りです。これ見ると単線というのがわかると思います。そんなに広い道ではないところでも路面電車が走ると。さあ、路面電車撮影は、ここまでにしまして、早朝の自習練習自習撮り一人での行動は終わりで、ここからは午前中のツアーの行動に入っていきます。これは、
ピルスナーウルケルというビール工場の門になりますね。宿泊していたのが、この工場のほぼ目の前、斜め前ぐらいだったので、もう歩いてここの工場にすぐに行くことができました。で、この工場というのが、1842年に建てられたものだそうです。なんかすんごい広いです。むちゃくちゃ広いです。そしてたくさんの建物があります。で、大体見学可能です。そしてガイドさんがついて、いろいろと案内してくれると。このバイク、ピルスナーウルケルロゴが入っているものです。で、これが、建設当初のものですね。1842年の。写真なのかな？絵なのかな？で、工場内には、このような貨車、ピルスナーウルケルロゴが入った貨物列車も展示されていました。さあ、それでは、どんどんと中に入っていきましょう。きっとね、お酒好きの方、ビール好きの方は、このピルスナーウルケルというものを知っているかと思います。僕はお酒飲まないので、全然知らずにこの工場に連れて行ってもらったんですけれども、これね、小麦ですね。ちょっと試食も OK でした。さあ、どんどん入っていきます。もういかにもこのビール工場というような、機械類、機材がたくさんあるところを進んでいきます。これはね、現役で使用されている、今でも使われているもの。これガラス越しに見ています。直接、現役で使っているところは、中に入って見ることができません。多分これはね、今使って、これ人が歩いてますよね。見学者います。ここはね、今は使っていない展示用の場所なんだと思います。で、使っている場所は中に入れずにガラス越しに見るという形ですね。そして地下道もね、すごい発達しているんですよ。工場の敷地の地下。前回の第1回目のチェコのお話の時にも、プルゼヌの街は、普通の家、普通のアパートの地下にもちゃんと地下室がありまして、で、昔は貯蔵庫とか、その地下室の中に井戸を掘って飲料水を確保するというような形で使用していたそうです。今でもね、様々な形で利用されているそうなんですけれども、初日は、レストランとして、地下がレストランとして使われているところに行きました。で、このピルスナーウルケルの工場にも地下があります。地下道を通っていきます。そう、すごい広いんですよ。天井も高いんですよ。で、そんな中で、これ昔はこのように、樽詰めして、レールのところを転がして運んでいったんでしょうね。そんな展示がありました。で、これはね、これ地下にあるものなんですけれども、これ現役のものですね。しかも樽の中を見てみると、液体あります。これ本物のビールです。まだね、製品になる前の無ろ過の状態のビールだそうです。で、これがね、実は試飲できるんですよ。樽のところに、今これ蛇口がついていて、グラスに注ぐことができるようになっています。これ試飲可能です。飲むことができました。どうなんだろうな。無ろ過の状態なので、製品版に比べると、やっぱり、そこまで美味しいとかそういうものではないのかなというふうには思いますが、現地行った方、もしいたらコメントで教えてください。普通の製品版のビールと同じ美味しさなのか、味だったのか。ちょっとね、他の人の反応もう忘れちゃいました。2016年、8年前のことなので。
さあ、そしてビールの工場、製造過程を見学した後は、これはね、タッピング講座というものですね。ビールの注ぎ方を教えてもらえるということです。このね、右側にいる男性が先生なんですけれども、この方が、なんかすごいタッピングのビールを注ぐ技術を持っている方なんだそうです。チェコの中でも有名な方、ということです。でもこの方に入れてもらった、ビールで乾杯などしたり。これ僕は何だろうな。僕が持っているグラス、多分コーラかな。ワインじゃないと思います。コーラだと思います。でも炭酸入ってないな。何だったか忘れちゃいました。多分コーラ。さあ、乾杯した後は、実際にどのようにタッピングをするのか、ビールを注ぐのかという技術指導が入ります。そして僕もタッピングに挑戦します。エプロンと帽子を借りて、ガッと、ちょっとドヤ顔してますけれども。僕、昔、学生時代に、バーテンのバイトをしていまして、生ビール、こうやって注いでいました。お酒。昔は、ちょっとは飲んでました。ただね、ビールは好きじゃなかったです。日本酒も好きじゃなかったし、ワインも甘いやつだったら OK。何飲んでたかというと、甘いカクテル。でした。で、今はね、お酒をなんか飲む必要が感じられなくなったので、お酒よりも、普通にコーラを飲んでた方が美味しいと感じるようになってしまったので、もうお酒を飲まなくなりました。お酒飲むことでね、判断力鈍ったりするというようなことがあるので、もう飲みません。わざわざ飲まないようにしています。特に海外行った時、僕一人で最近はタイに連続して行っていますけれども、お酒は一滴も飲んでいません。飲まなくても全然 OK です。で、これね、瓶詰めしているところですね。原液の工場のところ。こういうところも見ることができます。これもガラス越しです。さあ、ピルスナーウルキルの工場見学の後は、お昼ご飯を別の場所に食べに行きました。チェコなので、やっぱりビールなんですね。これはね、6種類のビールを飲み比べることができるというものでした。これそれぞれ見ると、やっぱり色違うんですよね。全然違いますよね。そう、どれがお好みかをここで、飲み比べて、で、好きなものをさらに注文するという形でした。で、ここのレストランではもうチェコ料理です。たくさんのチェコ料理が出てきていました。で、これがね、パンにこのお肉を乗せて、で、これニンニクです。ニンニクをさらにそこで、削って、パンに乗せてこう食べるというようなものでした。むちゃくちゃ美味しかった記憶があります。もうこのお肉がね、ちょっと生っぽい感じですよね。確か生なんじゃないかな。すごい美味しかったですよ。ギボさん、こんばんは。いつもありがとうございます。そうでね、チェコ料理いっぱいありました。やっぱりね、スープ美味しいんですよね、チェコのスープ。でね、パンがね、やっぱり美味しいんですよ。いろんな種類のパンも出してもらえました。でね、パンがすごく美味しくて、いろんな種類があって、で、メインディッシュが出てくる前、またスープが出てくる前になるとパンが最初に出てきているんですけれども、そのパン食べちゃうんですね。で、美味しくていっぱい食べちゃうんですよ。そうすると、メインがあんまり食べられなくなっちゃうと。お腹いっぱいになりすぎてしまうというようなことが、チェコ滞在の最初の頃にはあったので、そう、だんだんとそれ学習して、パンはなるべく手をつけないと。で、メインの後にお腹に余裕があったらパンを食べるというようにしました。
これだけ出てきたらね、食べちゃいますよね。手伸ばしたくなりますよね。でね、チェコ料理の名前とか、ちょっと全然わかんないんですけれども、やっぱりね、こうね、割とね、こうお肉とか、が多くて、そして盛り付けが大胆だったなというようなイメージが、印象が残っています。これもコーンがすごいですよね。たくさんのコーンの上にお肉がドーン。さあ、プルゼニュの街でお昼ご飯を食べた後は、今度はプラハに車で移動しました。プルゼニュとプラハは約100キロの距離があります。で、プラハに着いた時には、こんなね、素敵な夕焼け空が見えたんですよね。そして、プラハでも、街歩きをやりまして、みんなでゾロゾロと。で、その隙をついて撮り鉄をすると。プルゼニュの街に比べると、やっぱり、プラハは首都なんで、チェコの首都なので、路線がいっぱいあります。もうあちこちの道に、路面電車走っていて、しかも本数も多いと。もうこれ見ると、1、2、3、これ4編成映ってるっていうのがわかりますかね。右側通行です。で、この左側の線路の方にはこれね、3編成映ってんですよ。で、右側の線路の方には1編成と。そう、もうこれね、一度に、こんなね、たくさんの車両が目に入ってくるというね、電車好きには、鉄道好きにはたまらないところでした。そして、ちょっと僕もこの車両のことにはあまり詳しくないんですけれども、特に外国の車両、チェコの路面電車の車両には詳しくないのですけれども、新しい新型の車両以外にも、旧共産党時代の、チェコスロバキア時代、今ではチェコとスロバキア分かれていますけれども、チェコスロバキア時代の車両もまだまだ走っているそうです。もしかしたらこれってそうなんですかね。鉄道好きな方、いますかね。分かったら教えてください。そこまで古くはないのかな、どうなのかな。そしてプラハ。この日のプラハでの多分メインイベントですね。お風呂です。これはね、ホテル、宿泊したホテルではないのですけれども、別のホテルの地下にあったところですね。で、これがね、ビール風呂なんですよ。で、ビール風呂と言いましても、お湯の中に直接ビールが入っているわけじゃないんですよ。入れているわけじゃないんですよ。ただ、そのお湯の中にビール酵母やホップなどを入れているそうです。そして、このね、写真のね、中央部分わかりますかね。ここからね、ビールを注ぐことができます。ジョッキありますよね。そこに、ジョッキにビールを注いで、お風呂に入りながら、ビールを飲むと。そういう感じになっています。そして、これ、日本のお風呂とは違いまして、水着着用です。すっぱだかで入ってはいけません。水着着用の混浴です。で、この時も、ツアーの人、1、2、3、4、5、6、7。7人のブロガーが確かいました。8かな ?7 かな、で、このビール風呂入りました。僕も入りました。なかなか楽しかったですね。このね、ビール風呂以外にも、なんかサウナとか、そういうようなね、いわゆるこう、スパ的な感じですね。プラハに行ったことがある方は、
もしかしたらね、このね、ビール風呂入ったことがある人もいるかもしれません。結構楽しいですよ。さあ、そして、ビール風呂の後は、夜ご飯の別の場所で食べまして、で、そしてホテルに戻って、これホテルからの眺めですね。向こう側にプラハ城がライトアップされています。だいぶ遠いところにお城があるんですけれども、そこまでちょっと望遠レンズを持って行っていなかったので、小さめに、控えめに映っています。で、この2日目の段階では、プラハ城にはまだ行っていません。この翌日ですね、チェコ3日目にようやく、チェコといえば、プラハといえば、観光地プラハ城、ということで、ここに行きます。なかなかすごかったですね。そして事件も起こりました。僕ではないのですけれども、ツアー参加者の一人に。その事件についてもね、海外あるあるなので、ちょっとお話ししようかなとも、次回お話ししようかなとも思っています。そうという感じでね、プラハ2日目が、チェコ2日目が終わりました。これまでね、今現在、タイへ2024年10月に行った、タイの旅シリーズをアップし始めています。メイン動画の方で。タイの風景とは、全く違いますよね。東南アジアとヨーロッパ、中央というカテゴリーですかね。そう、ライブでお話ししているチェコの話とメイン動画で上げているタイの話。ぜひね、このね、対比も楽しんでいただけたらと思います。で、このチェコは、もしかしたら、もう僕は一生訪れることがないかもしれません。行きたいとは思っていても、やっぱりなかなかね、気軽には行くことができない遠い場所です。そう、なのでね、またね、こうやってね、昔ブログで全部は紹介してはいますけれども、ライブで振り返りながら、行きたいなと自分でも思いつつ、でもやっぱりもう行けないんだろうなと。僕自身も、今50なんですよ。で、もうすぐ51歳になるんですけれども、残りの人生はあと何年なんだと。でもそのうち、元気に動き回ることができるのがあと何年なんだと。そう考えるとね、ヨーロッパも足を伸ばした方がいいんだろうなとは思いますけれども、やっぱりね、安く行ける、気軽に行ける、手軽に行ける東南アジア、というものに今は注目しています。さあ、そしてライブの始めでもお伝えしたのですけれども、今週末行われる気になるイベント3つあります。まず1つ目が、これは10月19日土曜日と20日日曜日の2日間、代々木公園で行われるベトナムのイベントですね。ベトナムフォーフェスティバル。10時から19時まで代々木公園、欅並木というところで行われますね。そして、これが、日本インドネシア市民友好文化フェスティバル2024。これもね、同じく代々木公園です。ベトナムのイベントと同じ公園内で行われます。10時から20時まで。代々木公園に行けば、明日、明後日の土日に代々木公園に行けば、ベトナムとインドネシアの、美味しい料理を食べられたり、そして文化を学ぶことができる、ということになります。で、あともう一つですね。これが、方南町タイ文化祭。東京メトロ丸の内線の方南町駅のすぐ近く、降りてすぐのところに、方南町通りというところがあるのですけれども、その通りで、
このイベントが開催されるそうです。タイ料理とか、タイ料理やマッサージのブースがあったり、あとは、DJ タイムがあったり、ライブがあったり、など、というような内容だそうです。まあね、規模は、タイフェスティバルのような大規模なものではなくて、小規模のようではありますけれども、いろんなタイ料理のお店が出るそうです。で、僕はね、19日土曜日に、ベトナムとインドネシアのイベント、両方顔を出そうと思っています。そして、20日日曜日、余裕があったら、この方南町のタイのイベントにも行こうと思っています。そして、さらに余裕があったら、ライブ配信もやっちゃおうかなというふうに思っています。特にベトナム、前回、つい最近行った、8時間だけ滞在したベトナムのホーチミンシティでは、ブンチャーと、バインミーを食べましたけれども、フォーは食べてないんですね。フォー、美味しそうな、きっと美味しいものがあると思いますので、まずは、まずフォーを食べると。で、インドネシアの方でもね、お腹に余裕があったら何か食べようかなと思っています。そう、インドネシアもね、すごく気になるんですよね。そう、ただ、インドネシアのイメージ、まだ僕はゼロなんですよ。インドネシア料理、どのようなものがあるのかというのも全く分かっていません。そしてね、僕割とね、食べ物の好き嫌いが激しくて、日本の、日本のなんか和食のようなものが結構苦手なんですよ。煮物とか、納豆もダメですし、梅干しもダメですし。そう、でもね、タイ料理はね、すごく合うんですよ。むしろ大好きなんですよ。で、タイに、長い日数滞在していても、全く日本食が恋しくならないほど、タイ料理と僕はなぜか合っているということを最近すごく感じています。ということもあって、やっぱり食大事なので、タイに惹かれていますね。あとチェコもね、チェコ美味しかったんですよ。すごい美味しかったんですよ。日本人の、口に合う料理だと思います。割とね、濃いめの味付けではあるのですけれども、すごくね、美味しいというイメージはあります。そう、という感じでね、このね、週末ですね、東南アジアの3つの国を楽しむことができるイベントがありますので、皆さんお近くの方、東京近辺の方は、気になる方はぜひぜひ足を運んでみてください。で、今日からね、画像をお見せするときに、この左の隅っこの方に僕がワイプで入っています。これがね、顔の角度からすると逆の方がいいのかな。やりながら調整するというね。ちょっと試しに調整します。僕が移動します。ワイプ。動かないな。そうか。ここ、すいませんね、これね。ライブ配信中に、生放送中に調整するなんて。そして、ワイプ画像がなぜか動かない。けど、いいや、これは後で調整するとして。角度的にはこっちの角度がいいんですね。カメラが僕の左手にあるので、ちょっとね、左に傾いているので、顔の向きもこっちなので、画像も左手にあって、僕が右手にあった方が自然ですね。次回のライブの時には、これちゃんと位置調整しておくので、
もっとね、自然な形になるんじゃないかと思います。今日やってきたのだとね、ちょっと僕が逆向きになってましたね。あとね、ちょっとここら辺ですよね。ここら辺今ごちゃごちゃしているので、ごちゃごちゃのままでもいいかなと。ナチュラルな感じで、わざわざ飾らないで、感じでいいかなとも思っています。あとね、このね、どっちだ僕の、これまでのね、ライブ配信の時でもここら辺にね、なんかいるんですよ。ピントがね、打つと奥の方は、僕でいるので、はっきりとは映ってないんですけれども、なんかいるんですね。あそこに人形がいます。これまでのライブ配信の中でも、ちょこちょこと映っていた時がありました。その秘密もね、もうすぐ明らかになります。あれをね、ずっといるんですよ。僕の家に。8年間、チェコから来ています。ということで、今日は、チェコの旅ですね。チェコ政府観光局から招待していただきました、チェコの旅の2日目の様子をお伝えしました。皆さんも、おそらくあまり馴染みがない国ではないかと思いますので、興味深く写真も見ていただけたのではないかと思います。もちろんお見せした写真はすべて僕が撮影したものです。そう、以前はね、動画の撮影はしていなくて、写真専門だったので、写真だけしか撮ってないです。動画は、チェコの動画、ほんのちょっと残ってるかな。多分1日2カットとか3カットとか、それぐらいちょこっと撮っただけなので、3日目以降はあるかな。動画もちょっと残っているところがあるので、それもね、ライブの中でお見せできればと思っています。ということでね、チェコのお話、今日は第2回目となりました。次回は、10月20、21、22火曜日にまたライブ配信しようと思います。でね、今までね、22時からやってたんですけど、今日は21時30分からやってみました。30分早めました。で、次回も多分21時30分から始めたいと思います。22時からだと、22時から始めて、22時40分頃に終わって、で、そこから映像チェック、翌日にすればいいんですけれども、やっぱり映像チェックやりたくなるので、全部通して見てってやると、どうしても寝るのがね、23時30分ぐらいになっちゃってました。僕いつも寝るのが23時なんですよ。で、6時に起きるときっちり7時間寝たいので、21時30分に始めて、22時10分までに終わらせて、そこから映像をチェックして23時にポンとベッドに入って寝るというようなスケジュールにしようかと思って、今後は21時30分、スタートを目指したいと思います。さあ、ということで、今日はここら辺にしましょうかね。次回チェコのお話第3回、来週火曜日21時30分にまたお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。おやすみなさい。